190購入ガイド、外装編。190をこれから購入しようと検討されている方に、外装の視点から190の素晴らしいポイントと、購入の際に注意するポイントを紹介してみます。190のヘッドランプは、ガラス製ですから、中古車でありがちなヘッドランプカバーの曇りや変色の心配はありません。そのため、購入検討の際に、綺麗なヘッドランプの190に出会えても、室内保管の程度の良い車両と判断する材料にならないことに注意しましょう。購入の際に観察すべきポイントは、ヘッドランプカバーの奥にあるメッキの反射板です。ボロボロになっていないか、よく見ましょう。レベライザー機能があるため、反射板だけの交換は難しく、通常、ユニットごと交換が必要になります。190のテールランプは凹凸が深い形状をしています。汚れても視認性が保たれるための形状です。経年劣化に対する耐久性は高く、綺麗に見える車が多いですが、購入の際に注意するポイントは、外見ではなく、テールランプ内部に水滴や雨漏れがないかの確認です。事故でテールランプを破損した場合に、ボディ部分も変形していることがあります。この際に丁寧にボディ部分を修復してないと、わずかなパッキンの隙間からテールランプの内部に雨漏れが起きやすい構造をしています。できれば裏のメンテナンスカバーを外して、テールランプ内部やトランクルームに水漏れしてないか調べると良いでしょう。190は最近のセダンと比べて車高が低くて重心が低くなり安定感があります。フロントウィンドウの傾斜は高く、正面から見た面積が大きめで、視界は非常に良好です。しかし、このために、高速走行時に、フロントウィンドウが汚れやすく、被石によるダメージを受けやすいと思います。購入検討の際には、フロントウィンドウの傷の確認と、故障することのある、パノラマワイパーの、動作チェックをすることをお勧めします。190のドアには握りやすい大きな取っ手があり、開ける時の質感は非常にスムーズ、シャープでがっちりと手応えのある独特の感覚があります。閉める時もまるで金庫の扉を閉めるような軽さと頼もしい看合部の金属音が味わえます。しかし、ドアとキャッチ部分の位置調整はなかなか難しく、事故などでドアを交換した後にうまく調整できていないと、引っかかりや開閉音の違和感を感じる場合が少なくありません。購入検討の際には4枚すべてのドアをゆっくり開閉してみて、感触や開閉音に違いがないかを確認すると良いでしょう。190の純正アルミホイールは美しい機能美に溢れた造形をしているばかりでなく、非常に高い精度でバランスが取られている高品質な工業製品です。購入検討の際には、社外品などに交換されていない純正ホイールが装着されている車を選ぶことを、まずはお勧めします。190のリアガラスは、隅々まで広くて、後方の視野が広がり、視認性が抜群です。最近の車は、縁取り部分の黒い部分が多いですが、190は、それが全くなく、隅々までよく見えます。購入検討時には、リアガラスに黒いフィルムが貼られていない車を選ぶことをお勧めします。熱線が劣化して切れやすくなっているので、フィルムが劣化した時に剥がす際に、熱線を切ってしまうかもしれないです。190のトランクの鍵は、プッシュ式で、操作はわかりやすいです。室内からは開閉はできません。施錠は集中ロックシステムと連動しています。私は、この方が開閉時に車内で操作する必要がなく便利だと思います。プッシュ部分がスムーズに押し込めるかをチェックしましょう。硬い場合は内部を分解してグリースを塗りましょう。また、施錠が集中ロックシステムときちんと連動しているかをチェックしましょう。空気圧を利用したバキューム機構が空気漏れを起こしていると連動しなくなります。190には左後ろにラジオアンテナがあります。これは電動式で伸縮します。純正ステレオの場合はステレオデッキにスイッチがついています。しかし、多くの190では、社外品のステレオデッキやカーナビに入れ替えされています。その場合は、どこかに後付けの伸縮スイッチがあるので、購入検討時には確認して、きちんと動作するか確認しましょう。手の込んだデッキ入れ替え作業をされた車では、ラジオのオンオフと特別なリレーをかませて連動させている場合もあります。190の後期モデルには、サッコプレートというドアのバンパーのようなものがサイド前周についています。
ドアを強力に保護しており、隣の車のドアが当たった時に、ほとんどの場合はドアの損傷を防いでくれます。サッコプレートはたくさんのクリップで取り付けられていて、塗装作業などで脱着した際に割れてしまうことが多々あります。きちんと破損したクリップを交換せずに取り付けてしまうと異音の原因になることがあります。ガタつきがないか確認してみましょう。190のバンパーは前後とも無塗装の樹脂バンパーです。少々の接触の場合でも塗装されたバンパーだと傷が目立ちますが、190のバンパーは頑丈で傷も目立ちません。黒い無塗装樹脂部分だけを交換できる構造になっています。劣化して白っぽくなってくるのが問題ですが、様々な樹脂保護剤、黒ツヤ復活剤が販売されていて、割と簡単に綺麗にできます。190のリアサイドガラスは下まで完全に下がりきります。私はサイドガラスが下がりきらない車が嫌いです。後ろの窓は開けていないと固着してレギュレーターに負担がかかって壊れてしまうケースもあります。パワーウィンドウの修理は思いのほかお金がかかります。購入検討の際にはすべての窓ガラスがしっかりスムーズに開閉するか確認しましょう。以上、190に20年以上乗っている私からの購入ガイド、外装編でした。参考になれば幸いです。私のチャンネルでは190の修理の動画をたくさんアップしています。それではごきげんよう。